国語と日本の歌とかを歌うと棒で殴られたりしましたねなかなか洗脳されてたなっていうのは当時、今思うとすごく感じますね。僕通称名が吉原っていうんですけど、で日本語の読みで純喜、寸喜が純喜になるんですけど、吉原純喜でいくかは要はコンっていうのを日本語読みにするとゴンになるんで、ゴン純喜にするかどっちがいいって言われて、吉原っていう名字にそこまで使い慣れてもいないですし、あんまり馴染みがなかったのでゴン純喜で日本の学校は通いました。結構それが確かにゴン純喜ってすごい珍しい名前だったんですけど、とはいえそんなに珍しがられる感じもなくて普通に溶け込んでましたね。結構やっぱ学力追いつくのに苦労した記憶があります。家庭教師とか塾とかに通って頑張って勉強してました。当時は親同伴で校長室に呼び出されて説教食らってました。成績悪すぎてやっぱり小山の大将だったんで、日本学校行くとクラスに40人いるんですよ。6人だったのが。それがマジで結構カルチャーショックで、僕サッカー一択だったんで、その中学校1年生でとりあえずサッカー部に入って、でそれで友達はすごいできたんですけど、サッカー向いてないなって気づいて、身長もみるみる伸びてたんでバスケ誘われて、でバスケ部に入り、そこから結構選抜とかにも選ばれるようになり、なかなかバスケではいい成績は残せたって感じですね。初恋中学校ですね。日本人相手です。足の速い女の子で、でも手つなぐとかですよ当時は。中3とかではいろいろやってましたけどここはその高校の監督から直接電話来て、そこそこ強い高校だったので県内でもそのままそこに入りました。イベントがあると結構呼び出されたりっていうか誘われたりとかはあったんですけど、その僕が辞める時結構揉めたというか、卒業式の日に僕だけ唯一表彰をされないとか、皆勤賞だったのに皆勤賞じゃないですっていう風な卒業式ですよ、扱いをされたりとか、さっきも言ったパソコン室閉じ込められたりとかっていうのがあったんで、結構もう嫌だったんです僕は。そっちのコミュニティというかその辺の朝鮮学校が。なので全部断ってました。父がいろいろパチンコ屋とか焼肉屋とかいろいろ経営をしてたので、自分もおのずとそっちの道に行くのかなっていうのは漠然とは思っていて、僕父がそれこそ17歳の時に亡くなったんですよ。で結構それが僕の中でのターニングポイントというか衝撃があったので、早く大人になりたいっていうかいう思いが結構強くて、大学も入りましたけど、いる意義がないなっていうふうに感じ
たので、早く社会に出たいなっていうので、わりかしその辺はなんかちょっと急いでたというかっていうところがありましたね。割と父とも仲も悪くなかったですし、尊敬もしてる部分もありますし、その反面破天荒な部分もあったんで、全部見習えはしない父親だったんですけど、その分面白い人ではあったんでっていう。今でも忘れないのが、亡くなったお葬式の時にお酒を酌み交わしたかったっていう一言が私の中では今でも忘れないですね。これからいろいろ教わりたいっていうのがあったのに、なんで先行ったんだっていうのがね。今思えば家業を継がなきゃいけないっていうのが最終的にはあるから、その前までは若いうちにいろんな世界を見るようにっていう感じに、育てたかなって感じはありますね。一つにこだわらなくて、やってみないとわからないから、失敗も成功のうちだし、若いうちに失敗することがそれを救ってあげるのがあるから、そのうちにいろんな経験をするっていうのは大事かなとは思いますね。大学を通いながらバーでバイトし始めましたね。当時僕が入った時の店長とかもなんか飛んだりして、でそのまま僕がなんか店長やるみたいな流れになり、大学は、休学とかもしてたんですけど、もう行かなくなってしまって中退しました。3年生ぐらいの時に。いろいろやっていく中で、オーナーが広島出身っていうのがあって、広島つけ麺作ってみてって言われて、ノリで。でそのまま僕ラーメン作って電話受けて配達してとかっていうのもやったりしたんですよね。歌舞伎町のど真ん中自転車で配達してましたね。赤いハッピ着て。もうこれ長く続かないなと思ってすごい人がいて、その人の下でちょっとこう近くにいていろいろ勉強させてくださいっていう、運転手兼見習いみたいな。その方の運転手をやるとその成功するみたいなジンクス的なものがあってここはやっといた方がいいみたいなすごい言われて、で入る時にも2年という期間でやらせてくださいっていうふうに入りました。入った当時は凍えながら汗だくになりながら洗車をしてお茶汲みをして車を送り迎えしたりとか、その中でクラブの授業があったり、セキュリティみたいなこともしたり、海外アーティストを来てアテンドというか迎え行ってアテンドしたりとか、僕は当時ちょっと韓国語を喋れたりしたんで、有名だとビッグバンとかのアテンドしたりとか、有名なアーティストをアフターパーティーで引っ張るみたいな。もう先輩たち怖すぎて、上司がもう毎日殴る蹴られだったんで、もうめちゃくちゃしんどくて、今でも言われるんですけど、家族にも当時も殺気立ってたらしくて、当時坊主でスーツで結構性格も穏やかじゃなかったんで影響されてて、もともと2年は頑張ろうっていうふうに決めてたので、そこ2年できっちり終わって、もうありがとうございましたっていうふうな感じで終わりました。
継がせるって言ってもパチンコ屋の仕事が分からなければ継がせることはできないじゃないですか。だからまず一番初めに名を伏せて、下働きから始まって、総合的に社員の気持ちも分からなきゃいけないし、上の気持ちも分からなきゃいけないから、それだったらもう一から下からっていうのはやっぱりそうでないと上には立てないと思って、それはしてもらいましたね。不服なところはいっぱいあったと思うんですけどね。パチンコ屋のホールの仕事はめちゃくちゃしんどかったですね。その前職ですごい太ったっていうのもあるんですけど、10キロ痩せて、でその1年後に、福島県の喜多方っていうそこに小さいお店があったので、そこをちょっと任される形になりました。当時今7店舗あって、その中の1店舗に僕がいたっていう形です。パチンコだとその寝台入れ替えとかっていうのがあるので、その展示会に回ったりとか、近隣店のいいところ盗んで真似したりとか、僕なりにできる範囲でいろいろやってきたっていう感じですね。やっぱりパチンコってその大型店が強いので、地域のそこに結構勝てずにうまくいかなくなったって感じですね。3、4年ぐらいはやったですかね。やってて閉めようかっていう話になり、解体して更地にしてっていう計画まで進んでたんですけど、ギリギリでちょっと買いたい人が現れて、うまく売り抜けてよかったねっていう感じに終わりました。やっぱりその田舎でしばらく過ごしてたんですけど、もう僕自身若いですし意欲もあったので、またちょっと東京に出てきたいっていうので、25、6歳ぐらいの時にまた戻ってきたって感じですね。漠然と結構出てきたので、何をしようかっていう結構半年間ぐらい模索した期間があったんですけど、僕がバスケをやってたっていうのと、あとはその体を動かすことも好きだったので、パーソナルジムをやろうという案が出て、でたまたまその知り合いの紹介でいいトレーナーがいたので、彼と一緒に麻布十番で始めまして、そこ2年ぐらいやって、それなりにお客さんがついてきたので、西麻布の方に移転をしました。ちょうど始めて半年ぐらいでコロナになり、ジム自体お客さんがもう全然来ないみたいな状態になっちゃって、でそのままトータル3年ぐらいは頑張ったんですけど、なかなかその黒字が出せずに、そこも閉めたっていう感じです。やっぱりジムをオープンしてるとコミュニティが結構できてたんで、そのコミュニティやっぱ上手に使いたいなっていうのと、うちの姉が結構そのお酒も好きで性格もハッピーな人間なので、スナックみたいなものをできたらいいんじゃないかなっていうふうに僕の中で思ってて、スナックテアンっていうお店を10番で出しました。テアンは、韓国語で太陽っていう意味なんですけど、夜なんですけど太陽っていうちょっとこうヘルシー路線で行きたかったんですよね、名前を。僕自身在日韓国人として生まれて、祖父祖母、父母は結構差別を受けてきたりっていうのがあったんですけど、僕の肌感で感じる韓国に対するイメージだったり印象が全然変わってきてるので、それこそうちの子とかが小学校に通ってて、韓国人なんだよパパがとか結構誇り持って言ってくれてるんで、韓国ドラマだったり K-POP だったりとかっていうのがここまで出てきてるので、
ここはこの流れに乗って、韓国人であることをこう前面に出していこうっていうので、あえて韓国でテヤンっていう名前にしました。やっぱ在日助け合い精神が結構大きかったりするので、それで多く来てくれてたりしたんですけども、今では半々ぐらいにはなってるのかなっていう感じです。日本人と在日の方とか韓国人を含めて。3月に赤坂店をまた新たにオープンしたっていうので、在日じゃなくても日本人とこうやって交流して集まって新しいものが生まれる場所があるっていうのが、自分なりにすごく今になっても開いてよかったなっていうところでもあるので、私の中では商売は絶対ってことはないんで、今が良くてもこの先ずっとそれがいいかっていうのは限らないから、いろんな意味で流れに沿った魚のようにうまく生きていってほしいなとは思います。絶対天狗にならずに。日本と韓国のこのつなぎをやるというのは、日本に生まれたやっぱ韓国人として何かしらその使命感というものは僕なりに感じてはいるので、その路線でちょっとできることはやっていきたいかなっていうのは思ってます。僕はやっぱパスポート韓国ですけど、紛れもなく日本で生まれたので故郷ですね、僕の中では。韓国に住んだこともないですし、もちろん行ったことありますけど、日本大好きですし、毎日味噌汁飲みますし、そうですね、故郷ですね、僕の。